収入の 10% を自己投資に回す、そう決意したのに、ほとんどの人が失敗してしまうのは一体何なんでしょうか。全3回シリーズの第2話となる今回は、医師の力に頼るのではなく、科学的に朝をコントロールすることで、続く習慣を築くための具体的なシステムを5分で解説します。ここでケイタさんというあるビジネスパーソンの例を見てみましょう。彼はですね、収入の 10% を自己投資に充てるという本当に素晴らしい決意をしたんですが、たった1週間で挫折してしまったんです。夜、ついスマホを見てしまって朝起きられない。これ、決意だけでは習慣を作るのがいかに難しいかという典型的な例ですよね。この状況を打ち破るヒントが作家森博さんの著書にありました。それは、持っているお金でできることしか考えないという一文。これこそが全ての鍵を握っていたんです。つまり、自分がコントロールできる範囲のことだけに集中しなさいということなんですね。じゃあ、もしこの原則をお金じゃなくて私たちの時間と環境に置き換えたらどうなるでしょう。答えはこうです。今ある環境でできることしか習慣としては続かない。そう、重要なのは決意の強さなんかじゃないんです。行動をいわば自動的に引き出してくれる環境そのものをデザインすること、これに尽きるんです。というわけで、最初のポイントは朝を科学的に制するということです。なぜ朝なのか。それは朝が一日のうちで最も環境をコントロールしやすい、まさにゴールデンタイムだからなんです。その理由をこれから詳しく見ていきましょう。朝が重要な科学的な理由は大きく3つあります。まず1つ目、朝の光を浴びることは心にスイッチを入れるようなものなんです。幸福ホルモンとも呼ばれるセロトニンの分泌が促されて集中力が高まります。2つ目はその逆で、夜のスマートフォンの光ですね。これが睡眠ホルモンのメラトニンを抑えてしまって睡眠の質を下げてしまう。そして3つ目、朝は誰にも邪魔されずに学習に向かうための環境を意図的に作りやすい唯一無二の時間帯だということです。ではケイタさんは具体的に何をしたんでしょうか。彼はまず最大の敵であるスマートフォンを寝室から追放しました。次に机を日当たりの良い窓際に移動させた。時には気分を変えて朝のカフェで学習する日も作ったんです。行動が自然と生まれるように、まず環境を整える。これこそが習慣化の本当の土台になるわけです。さて、2つ目のポイントです。10% の時間防衛費。これは森博さんの金銭哲学を時間管理に応用した考え方でして、予期せぬ出来事からあなたの目標を守って継続を確実にするための非常に強力な仕組みです。この 10% 防衛費というのは、予期せぬ出来事が起きても自分の大切な目標を守り抜くためにあらかじめ確保しておく、いわば聖域のことです。じゃあ、このお金の考え方を私たちの時間管理にどう活かせるんでしょうか。1日は24時間ですよね。その 10% ですから 2.4 時間。この時間を絶対防衛時間として、何があっても誰にも邪魔させない時間として設定するんです。ケイタさんは具体的に朝の学習に1時間、夜の振り返りに1時間、そして残りの 0.44 時間を突発的な業務に対応するための緩衝材、つまりバッファーとして割り当てました。この防衛時間があるからこそ、日々の計画がちょっとしたことで崩れなくなるんです。ここで実業家斉藤ひとりさんの哲学がすごく効いてきます。仕事は楽しい。人生は成長し成功するゲームだ。この視点に立つと、日々の困難ってもはや障害物じゃなくて、クリアすべき楽しいステージに見えてきませんか。そして 10% の防衛時間は、そのゲームを続けるためのライフポイント、まさに生命力そのものになるんです。そして最後の3つ目のポイントが、長期的な視点を持つということです。ここでは経済評論家加谷圭一さんの歴史分析を応用して、時間の持つ驚くべき力、そう、複利効果を最大限に活用する方法を見ていきましょう。加谷圭一さんは80年から90年も前の歴史のパターンを研究することで、現代のインフレを見事に予測しました。これって過去から学ぶことで未来に備えることができるっていうパワフルな証拠ですよね。
そしてこの原則は経済だけじゃなく、私たちの自己投資にも全く同じように当てはまるんです。では、これをケイタさんの例で見てみましょうか。年収600万円の彼が収入の 10% にあたる年間60万円を自己投資に回し続けたとします。20年後、どうなると思いますか？累計額はなんと1200万円にも達するんです。でも、本当に重要なのはこの数字じゃありません。この計算には最も大切なリターンが含まれていないんです。それは何かというと、日々の学習で蓄積されたスキルが彼自身の市場価値を何倍にも引き上げるっていう計り知れまり価値のことです。小さな一貫した努力が時間という力を借りて複利として働き、想像もできないような巨大なリターンを生むわけです。つまり、ケイタさんの揺るぎない習慣を支えたのは、この3つの強力な柱だったんです。第1に、行動を自動化する環境設計。第2に、継続を守るための 10% 防衛費。そして第3に、モチベーションを維持する長期的視点。この3つですね。このシステムを2ヶ月続けた結果、本当に驚くべきことが起こりました。ケイタさんの成功は、もはや彼一人のものではなくなっていたんです。彼の前向きな変化がまるで波紋のように広がって、チーム全体を動かし始めた。私たちはこの現象を強化の共鳴と呼んでいます。では、あなたが明日からできる最初の一歩は何か？それは驚くほどシンプルです。ただ、寝室からスマートフォンを出すこと。ぜひ今夜から試してみてください。さて次回、シリーズ最終話となる第3話のテーマは、評価が強化を呼ぶ瞬間です。次回は、ケイタさんのチームに起きたこのポジティブな連鎖反応の正体を解き明かし、皆さんが明日から職場で実践できる3つの具体的な強化の共鳴パターンを解説します。このシリーズを通じて、あなたの人生を変えるシステムを完全に理解するために、ぜひチャンネル登録をお願いします。